本日は室内からスタートです。今日はね、埼玉県川口市にある八芳園さんという釣り堀に来てます。そしてその八芳園さんはここ今お店なんですけど、八芳亭っていう食事処もやられていて、釣りをしながらご飯が食べれるという。そしてこの八芳園さんは川口市なんですけど、もうね道路を挟んで向かい側は東京です。とても立地条件のいい釣り堀になってます。そしてね、今回この八芳園さんで釣りをさせていただくんですけど、この釣り堀今レギュレーション載っけてますけど、ナイターもできるんですね。本当にねとても人気らしいんですけど、今日は一つテーマを持ってこの八芳園さんに来てます。そのテーマはですね、もう僕たち動画内でも散々使わさせていただいておりますし、 SNS でもこの商品いいよっていう風にいろいろとですねお伝えをしています。それがこちら、工房力也さんの浮きです。で、今回僕は PC ブラックっていう番手の浮きをですね自分で全部揃えました。この PC ブラック全番手やっと揃ったので、いざちょっと使いたいなと思ったんですけど、このね工房力也の浮きを作っている田口力也さん、もう僕たちもとても親交があって、僕とももちが連載をさせていただいているヘラ戦火、月刊ヘラ戦火さんでも一緒に記事を書いたり、または田口英二っていう田口力也さんの連載にも僕たちね参加させていただいて、一緒に釣りをさせていただいたりもしております。よって親交が深いので、どうせね全番で揃えたんだったら力也さんにこの PC ブラックの浮き説明してもらおうかなと思って、そして無理を言ってお願いをしたところ、まあ金谷が八芳園まで来るんだったらいいよということで八芳園まで来た次第でございます。皆さんも気になってますよね、この PC ブラック。それでは今回は PC ブラックのこの浮きの説明から実調編までいきますので、皆様目に鱗の動画楽しんでいただければと思います。浮き力也 PC ブラック編いってみましょう。それでは早速ね、この PC ブラックの説明をしていただくために作者でございます田口力也さんをお呼びしたいと思います。それではよろしくお願いします。どうも遠いところわざわざありがとうございます。八芳園まで来いって言われたんで、すいません。ありがとうございます。すいませんね、時間がなくてね。とんでもないです。おふざけはもうちょっとだけにして、本当にこの度はこの PC ブラックのために力也さんにご足労いただいてありがとうございます。とんでもないとんでもないです。僕この PC ブラックとても大好きな浮きだし、ももちもこのプレゼントキャンペーンでたまたま手に入れたとはいえ、この PC ブラックを使ってかなり超過を上げてるんですよ。今回はこの PC ブラックを深掘りをしていこうかなと思ってます。はい、力也さん、ざっくばらんにこの PC ブラック、はい、蚊帳素材でトップは PC じゃないですか、そうですね。そしてオールマイティで使える浮きっていうふうにこう目を打ってますよね。そうです。もうざっくり言うとどういった浮きなんですか、この浮きっていうのは。素材ははい、まず茅ですよね。はい、で PC なんですけど、この PC のトップはこだわってます。こんだけ軽くて硬い PC ってまあそうそう手に入んないです。これってパイプなんじゃないのっていうぐらいの太さなんですよ。そうです。でも PC なんですよね。 PC です。これなんでなんですか、理由は。ビギナーの人たちも視野に入れたかったんです。はい。ただビギナーの人たち視野に入れるにはパイプトップだと折れたりなんかするとリスクがあるんで、竿さばきとかそういうので結構トップをパイプだと折ったりするじゃないですか。はい。それなんでまず PC にして、ただ PC だとトップ自体がムクトップなんでパイプとは違うんでもう沈んじゃうんですよ。はい。ムクトップをこの浮力持たせるために茅のボディで補ったっていう。だから多分他の浮きと比べるとこれは若干安めに、そうですね、設定してるはずですね、釣り屋さんでは。僕これ並べた時に気づいたんですけど、番手がこう大きくなると足が少し長くなってったりする場合があるじゃないですか、はい、ボディの大きさはもちろんなんですけど、はい、でも PC ブラックって足の長さが全部同じなんですよ。それも、使いやすさを考慮するために、足の長さを短めにセットしたんですね。本来でしたらこのいいですか、いいです。15番この浮きだったらこの
一番小さい6番のこの長さから比べたらもっと長くてもいいはずなんですよ。そうですよね、はい。ただこの大きい方の番手でちょっとずつ長くしていって、仮に2センチ3センチ長くすると違う棚で浮きが立っちゃうんですよね。要は足が重くなるんで引っ張っちゃうんですよね。例えば振り切った時にこんな状態で立っちゃうんですよ。なるほど。さっき言ったようにビギナー目線でやってたんで、棚に行ってから浮きを立たせるっていう意味合いもあって、こういう短くしてるんですね、はい、高浮力の浮きでもこういうふうに餌が落っこってきて下に行ってからなるべく立つように。でもそれは使いやすさを考慮してるんですね。そうです。ちゃんと棚に行ってから立つように。そうです。あとセットとか、はい、あと両団子とか、はい、オールマイティを飾ってあるんで、両方できるように、セットも巴さんも。でこの小さい番手だったら、はい、おそらく、8番9番ぐらいまではセットで使えちゃうんで。ただこの辺だとそうですね、パッと見た感じ底釣りっぽい、そうですよね、底釣りっぽいです浮きが。そうです、はい、こんな15センチのでっかい浮き朝棚じゃ使わないですよね。使わないですね。それなんで底釣りってそこについてから釣りますよね、はい、それなんで足が長いと振り込む位置が変わったらその重りが落ちた位置で立っちゃうんで引っ張られて、落とし込みでできるんだったらいいですけどね。なるほどね。でもそんな技術ある人はそうそういないんで、しかもビギナー目線だと余計いないってことですね。それなんでもっと短くてもいいかなと思ったぐらいなんで、ただ見てくれのバランスもあったんで、はい、この辺で止めていたんです。いやとても勉強になります。ちゃんといい加減に作ってないんでちゃんとね考えてます。この PC ブラックって力也さんの浮きの中ではラインナップの中でもかなり安いですよね。これは安い、全然安い方です。それはまあカヤボディだからっていうのもあると思うんですけど、コストとかそのかかったそういうものに対しての費用ですね、はい、その辺で大体僕は値段決めるんで、はい、手間はほぼほぼ一緒なんで、当然このカヤが羽よりも高ければこっちの方が値段は上がります。いやありがとうございます。そして PC ブラックは今再三おっしゃってるオールマイティ、そうですね、はい、もう朝棚、まあかっつけから、メーター両団子、または提灯、セット、そうですね、もうあらゆる釣りに対応ができる浮きだっていうふうにおっしゃってますけど、対応する番手ってやっぱ決まってるんですか？この番手からこの番手はこの釣りがいいよとか、そう決まってます、決まってます。この番手からこの番手はこの釣りがいいよって、はい、ちょっとそれを教えていただけるとすごくいいのかなと。先ほども言いましたけど、これなんか誰が見ても底釣りじゃないじゃないですか。底釣りじゃないですね。で釣りやってる人だったら分かりますけども、朝棚の両団子とか、セットに向いてますよね。はい、でこれが6番7番だったら短竿の朝棚のセットもできる、はい、で両団子もできる。で8、9、10ぐらいになってくると今度巴餌の提灯もセットの提灯、ちょっと餌をちょっと乗っけたぐらいのセットの提灯、はい、あと巴餌の両団子、はい、できますよね、単管で。でこっちは今度その竿なりっていうやつなんで、11番だとこれはもう13、12、13ぐらいの3尺の底釣りでもできるっていう。で15番で、日曜日の状態、管理釣り場の状態、そういう状態で15番で、19から21尺ぐらいの提灯の両団子セット、両方できます。もちろん底釣りもいけますもんね。いけます。はい、そうですよね。底釣りもいけます。じゃあ本当にこの番手、まあ歯抜けでもいいから持っとくとどんな釣りでも結構オールマイティにいけちゃう。それをもし釣り始めてまだそんな経ってない人が揃えるんだったら、歯抜けでもいいんでこう1個飛ばしぐらいで、はい、揃えてもらって、それでそこからですよね、どっちを揃えるか、小さい方を揃えるか、もうちょっと浮力あった方が大きい方が揃えた方がいいのかと。一番いいのはトップが折れないんです。はい、折れないです。折れないです。僕今回野釣り場ではちゃめちゃに使ったんですよ。もう力也さんも野釣りめちゃくちゃやるから分かる通り、のっこみの野釣り場なんてもう柳が生えてて周りが藪だらけで、ジャングルだもんね。ジャングルじゃないですか。でもバラした日にはその日に引っかかったりして浮きってすぐ破損するんですよね。でも PC ブラックは生き残ってます。そうですね。ありがとうございます。まあ本当にすごくいいんですけど、ちょっと気になったんですけど、トップを見ると、先テーパーかかってますよね、少し。はい。
かけてます。7センチ。7センチかけて、はい、ただ、はい、6番7番8番、はい、これは立ちの問題があったんでもっとテーパーかかってます。よく見てください。6番が一番テーパーかかってるでしょ。ほらめちゃくちゃかかってますねそうそうそう。これ立ちの問題なんです。これ皆さん目に鱗ですよ。こんなこと教えてもらえないですよ、あ、そういうことなんですね。じゃあこのテーパーをかけることによってもっと立ちが本当に良くなる。良くなります。なるほど。あとこのボディとトップの付け根が少しこうふわんと雫状になってるじゃないですか。逆雫。これはもう、ね、なんでなんですかこれ。理由はあるんですか。これは一番最初は破損防止です。大概の浮きってこうカクンってなるんですよね。なります。普通につけたら、はい、でもそれやるとそこの付け根が結構叩いたり結構荒っぽい使い方なんかするとすぐこういうところって亀裂が入るんですよ。で水が入ってパンクする。で僕もそれ実調してるんですよ。最初はこういう作りじゃなかったんですよね。でなんで破損するんだろう、破損しないためにはどうすればいいんだろうっつってたどり着いたのがここですよね。ちょっとこういうふうにボディのところにヒュッとこう。そうです。ここは壊れたってことは今まで一回もないです。力也さんの浮き全部これですもんね。全部これです。なるほどね。ここも全部僕これあれですよ、加工するんですよ僕が。そういう特殊な金具も全部金具屋さんに行って作ってもらって、こういう金具の形の金具を作ってくれっつって、それコンマ何ミリ単位で。すげえな。工房来たらなんかちょっとね金属作ってる会社みたいで浮き屋さんには見えないですよ僕の工房。力也さんのその浮きの中で安いと言ってもちゃんと工程を踏んで。一緒です。作りは高い浮きと一緒です。正直言ってここまで使いやすい浮きってあんまなかったんですよ。あ、本当ですか。はい、いや僕は PC ブラックかなりいいなと思って、ももちが最初手に入れたんですけど、僕もちょこちょこ動画の撮影じゃないところで使わせてもらってたんですけど、めちゃくちゃ使いやすくて、で欲しくなっちゃって買ったんですもん。力也さんに何も言わずに。びっくりしたもん。気づいたらさ、こんな持って全部フルセット持ってんじゃんと思って。そうなんです。嘘っす。買ってからじゃないと力也さんは絶対にいやいやいや俺ので説明すりゃいいじゃんって言うから。そうだから俺は買ってからじゃないってだから今こういう風にしてるんですよ。そうなんだ。はい、もう最後にこれズバリ、はい、一本一本ハンドメイドですよね。もちろんもちろん。もう力也さんの。もちろん。言われるんですよ。ね、言われますよね。ついこの間も言われましたけど、はい、中国とか外注に出してるとか言われますけど、僕一切それもやってなくて、全部一人です。しかもそれを証明するのがちゃんと数字全部手書きですもんね。そうそう手書きです。はいはい、そうなんです。で、この金字は転写なんですけど、ただ黒い字、力也とかマックスって書いてある、あれは全部手書きですか。手書きです。いや素晴らしいです。で僕たちの動画見てる人はもうビギナーの方も多いし、ノズリ缶釣りやられる方ってめちゃめちゃ多分見てると思うんですよ。なので PC ブラックは管理釣りはもちろんですけど、ノズリでもすごくこう活躍できる浮きだと僕は思ってるので、はい、ぜひこの後ちょっと実調させていただいて、隣で力也さんになんかこう解説もしていただきながらこの PC ブラックの魅力をもっとお伝えできればと思ってます。はい、それでは実調編いきますか、力也さん。はい、よろしくお願いします。もう PC ブラック大丈夫ですか。思い残すとこないですか。ないですじゃああとは現場でお願いします。じゃあすみません、実調いってみましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあすみません、力也さん実調をお願いするんですけど、はい、ちょっとセッティングだけ教えていただいてよろしいですか。はい、ですね、竿は8尺で、浮きは PC ブラックの6番で、ハリスの長さが35の25で、針は5号ぐらいですかね。はい、5号です。で道糸は08、はい、で両団子ですね。ありがとうございます。はい、今エオチはどのぐらいで取ってるんですか。エオチは4目半出し。4目半出し。黄色、真ん中の黄色がちらちら見えるぐらいですか。はあ、はい。お、早速なんかもう動きが出ちゃってますけど、ここでドンって入ってくれれば。今20分ぐらい練習してたじゃないですか。この八芳園さんどうですか。そうですね、もう僕成田やるのがもう多分ね20年近くぶりなんですよ。はい。その時はものすごく、ごめん、食ってた魚がワッキワキで、はい、ものすごい釣れて、はい、本当にどれぐらい釣れるのかなって試して1時間に60枚ぐらい釣れたこともあったんで、すげえな。で今日20分餌打ちやったじゃないですか。はい、いや動かなくてでもいきなり今釣れちゃったっていう。今動いてないのに釣れちゃったんですけど、はい、でも
魚は相変わらずまあ小ぶりではあるんですけど、はいもう元気で引きのいいヘラなんで、だから硬い竿でやるよりは柔らかめのはい、竿でやった方がちょっと楽しめるような釣り場ですね。今メーター両団子で PC ブラックを使われてると思うんですけど、はい、まあオーソドックスに使うんであればどういう感じで使うのが一番いいんですか？打ち始めからなるべく本当はしっかり餌を入れるようにして、はい、で肩の付け根で止めたり受けたりしてるのも全部スルーして、はい、餌の馴染みをしっかり出してぶら下がるっていうまでは言わないですけども、反応させながら馴染みを出させて、でしっかりした食い当たりを出させるっていう、そういう釣りが一番本当は理想なんですけど、はい、ちょっと今のところねまだ魚の量もそんなに寄ってないんで難しいんですけど、ここ最近今年なんか特にそうなんですけど、ちょっと乗せ気味の方が反応がいいんで、は団子もそうですし、セットもやっぱしっかり餌を棚に入れてトップに餌をかけた方が釣りやすいっていう。この浮きはそっちの方には向いてる浮きですね、今年の釣りには。マッじゃあクスピー結構とやっぱりマックス P とか、そうそうそう、あとこの PC ブラックも乗せ気味、まあぶら下げて釣る方が強いんですね。そうです。餌の馴染みをしっかり出して釣った方が、使いやすいと思います。それなんでこうやって3目なじまして、でもね結構餌も軽いせいなのか知んないですけど、結構餌乗りますねこれ。あ、そうですか。はい、軽すぎるのかな。今僕も打ってますけどだいぶいい感じになってきました。あ、なってきました、はい、いいっすね。PC ブラックは全体的にまあオールマイティーですけど、えやっぱり両団子が使いやすいですか？両団、やっぱり団子もセットも、ただセットってバラ毛をしっかりぶら下げるじゃないですか、はい、ぶら下げる時あるじゃないですか、はい、そうするとマックス P には到底及ばないです。ですよね。程よくって感じですね。パイプトップで言ったらこの浮きどうだろう、細パイプぐらいの浮力ですかね、浮きの動きが。はマックス P って中細のパイプトップなんですけど、あれよりもちょっと一回り細いパイプトップのような動きをする PC ムックですね。いや、八甲園さん釣り場の癖ありますねこれ。あります。でも確かに釣れた方が楽しいんですけどね。だからこれぐらい動いて釣れないっていう方が僕は意外と好きなんですよ。しかも何やっても釣れちゃうとそう試行錯誤しないですからね、人は。飽きちゃうし。お、ナイスです。いいっすね。素晴らしい、さすが。お、綺麗な魚ですね。もう落ち込みだけど食ってんのかな。やっぱ食ってないか。食ってないですか？ああ、やっぱ落ち込み系は。さすが八甲園ですか？さすが八甲園です。おお。そうなんですよ。僕たちなんか結構あの辺でみんなパンパン餌合わせていっちゃうんですよ、はい、ハリスをも詰めてって、はい、ただあそこって際どくて食ってるか食ってないかって言ったらなかなかなんですよ、ね、それなんでやっぱり今のところは本当はスルーして、はい、なじまして当たらした方が一人的には多分高まるんですよね。その分ハリスが張るんで今なんか瞬間的に取っちゃったんですよね今のは PC ブラック的な理想の当たりではないってことですね。そうです。へえ。ここまでやっぱ馴染みを餌の馴染みをしっかり出して、こういうおお、同時でした。動きました。フォール途中のあたりはヒット率がやっぱり落ちるんで、はい、そうするとハリスの長さだったり針の大きさだったり、あと餌の付け方、あと落とし込み方、それでものすごい変わってきちゃうんで、はい、やっぱ最初に始めるんだったらやっぱこうしっかり入れてからの方が、そうすればまっすぐなんで。そうか、垂直な当たりが取れるから。そうです。糸ずれなんかもすごい分かりやすいんで、そうです。こういうふうになじましてここまでいって、あとはドンって入ってくれれば
一番理想。ああダメかよ。でもあんな感じが一番理想なんだよな。ベーシックさもね結構軽いんですよ。あ、そうなんですか。もしかしたら一番軽いかもしれない。団子使ってて面白くてベーシックさのやつは、うわ、フレークマッシュしか使ったことないです。ノズル用。あれすごい優秀じゃないですか。そう、うん、おお、言っしっかりなじまくれた。しっかりなじまして、さすがです。おめでとうございます。これは食ってますね、絶対。これはガッチリです。ここ井戸水なんで綺麗なんですよ。あ、ここは井戸水なんですね。そう、確か井戸水って言った気がしました。いやー、ありがとうございます、力也さん。とんでもないです。ちょっと見せていただいていいですか、せっかくなんで。はい、綺麗な可愛いヘラブナちゃん。はい、今すごいいい当たりでしたね。今そうです。上で受けててしっかり馴染んで、やっぱ静止してからのズバ消しですね。はい。一目半かなぐらい残して。あ、でも結構いいアベレージぐらいの本当に。おお、元気ですね。こんな感じです。ありがとうございます顔モザイクお願いしますね。ありがとうございます。あ、すごい綺麗です。大丈夫ですか。ありがとうございます。PC ブラックやっぱ使いやすいですね。でもちゃんとああいう風に馴染ませて釣るのがいいですね。そうです。それの方が水中のイメージもしやすいんで、はい。分かりやすいと思いはいます。。こんな感じの浮きでした。はい。それでは力也さん、はい、力也 PC ブラックはい、実況ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。もうざっくばらんにこの発光塩酸が難しいのは難しいですけど、難しいけど面白いですね。面白いですね久々にやったけど。でも僕も浮き見てて、最初の頃はこうふわついたあたりがこう出てて、でさっきの最後のあたりなんかふわついた後ぐーっと馴染んでって、そうですね、カチッと入るような、はい、それが理想。あれが理想ですか。はい、じゃあ本当に PC ブラックをこう多分こう見てて欲しくなると思うんですけど、ええ、その方々に何か最後にアドバイスみたいなのってありますか？そうですね。まあ各釣り具店さんにもありますし、ネットでも販売しているところあるんで、もしよかったら皆さんぜひ使っていただければ幸いです。あれです、本当に使いやすいです。皆さん、僕とか桃地ですら使える浮きで、なおかつ繊細な釣りもできる素晴らしい浮きなので、ぜひこれを機会にこの PC ブラック皆さん店頭で見ていただいて。僕はあまり釣り場にいないんで、そうですね。逆にカネヤンと桃地にやったらカネヤンと桃地に使い方聞いてもらえれば説明できるほど知識はないですけど、今日いろいろね動画外でも教わったんで、もしも質問があれば僕たちに連絡いただいてもお答えできますし、力也さんを通じてね、力也さんに質問を投げかけてそれで回答することもできるので、ぜひ皆さん PC ブラック興味がある方は調べてみてください。よろしくお願いします。それでは力也さんありがとうございます。ありがとうございます。どうもです。